江戸日和へようこそ。へえ、いらっしゃい。年の瀬と原野、やっぱりそばだろってね。でもよ、あっしらが大晦日にそばをたぐるのにはもっと深い理由があったのをご存知で、今回の江戸日和は冬の季節シリーズ題して年越しそばのルーツとは、江戸の粋と縁起がたっぷり詰まった歴史物語。早速覗いてみるとしましょう。第1章、大晦日の主役、なぜ江戸っ子は年越しそばに命を懸けたのか。いよいよ今年も最後の一日、江戸の町に夜の帳が降りる頃、どこからともなく漂ってくる出汁の香り。そう、江戸っ子の締めくくりはこれ一よ、年越しそばです。でもなぜ数ある料理の中でそばだったのか。そこには江戸っ子らしい潔さが隠されていました。薬王とはそばは他の麺類に比べてプツプツと切れやすい一見デメリットに思えますが、江戸っ子はこれを逆手に取りました。一年の苦労や災厄をそばのようにスパッと断ち切る、そんな願いを込めてずるずるっと豪快にすすったのです。時短飯とは、さらに当時の大晦日は戦場でした。大掃除に借金の生産猫の手も借りたいほど忙しい。そんな時、早くて安くて腹にたまるそばは最強のファストフードだったわけです。実はそばにはもう一つ、現代人も見逃せない超現実的なご利益がありました。それは金運です。そのルーツは江戸の金銀細工師たち。彼らは散らばった金粉を集める際、そば粉を練った団子を使ってペタペタと吸い付けていたといいます。ここからそばは金を拾い上げる縁起物という噂が広まりました。おい、年越しそばを食い残すなよ。来年の金運まで切れちまうからな。なんて会話が長屋のあちこちで交わされていたのかもしれませんね。さらに大晦日にはご近所同士でそばを送り合う差し入れ合戦まで起きていたとか。そばは金運を招き、人との縁をつなぐ、まさに最強のコミュニケーションツールでもあったのです。江戸後期、町中にあった蕎麦屋の数はなんと3000軒以上。現代のコンビニにも負けない密度です。大晦日の夜ともなれば町中に屋台が繰り出し、どこもかしこも人。湯気が立ち上る屋台からは威勢のいい声が響きます。平尾町、熱々の28には血だよ。役を落としていい年を迎えな。深川の市場帰りも借金取りから逃げ切った男もみんなこの一杯で一息ついた。ある物語には夜半まで客が途絶えることがなかったと記されるほどの熱狂ぶり。大晦日の夜、熱いそばをすする音とどやの鐘、これこそが江戸っ子たちが愛した冬のフィナーレだったのです。第2章、誰も知らない年越しそばの正体。年越しそばっていつから食べてるのを。実はこれ平安や鎌倉から続く伝統ではありません。そばという植物自体は古くからありましたが、当時は粉を練って焼くそば餅やそばがきが主流。今のような麺そば切りとして、しかも大晦日に食べる文化が爆発的に広まったのはズバリ江戸時代なんです。おいおい、昔の人は麺じゃなくて団子で食べてたのかい。喉越しもへったくれもありゃしねえな。江戸時代、都市開発が進み忙しい町人が増えたことで、さっと食べられる蕎麦屋台が町中にあふれました。いわば江戸のコンビニですね。このライフスタイルが大晦日の風習とがっちり噛み合ったわけです。現代では細く長く長生きできるようにと言われますが、当時の理由はもっとギラギラしていました。一つ目は厄落とし薬塩をバッサリ。そばは他の麺より切れやすい。だからこそ今年1年たまりにたまった借金や苦労をスパッと切り捨てるという江戸っ子らしいリセット術だったんです。二つ目は金運将来金を吸い寄せる金細工師が金粉を集めるのにそば粉を使っていたことから、そばを食えば金が寄ってくる。これ商人の間では常識でした。3つ目は究極の実用性。忙しすぎてこれしか無理。大掃除、新年の準備とにかく時間が足りない江戸の年末。安くて早くてうまい、このタイパの良さが年越しそばを国民的行事に押し上げた真の理由かもしれません。江戸の職人が味と同じくらいこだわったのが生き生きです。彼らに言わせればそばはただの食べ物じゃありません。己の美学を試す場なんです。いいかい、つゆにどっぷり浸しちゃいけねえ。先っちょにちょりとつけて音を立てて一気にたぐるたぐる。それがそばへの敬意ってなもんだ。江戸後期には醤油を煮詰めた返しと鰹だしが洗練され、今の味のベースが完成しました。職人は客の食べ方を見て、お、こいつ分かってるなとにやりと笑う。作り手と食べ手の真剣勝負、それが江戸の蕎麦屋の日常でした。年越しそばは単なる願掛けではありません。一年の厄を断ち、福を呼び込み、そして江戸の美学を感じる、そんな最強のエンターテインメントだったのです。第3章、
江戸の裏側大晦日はパニック。大晦日の江戸は、まさにそばパニック状態。町中がそばの湯気に包まれ、どこへ行っても行列、行列、また行列。現代のカウントダウンイベントも顔負けの盛り上がりでした。おいおい、あっちの屋台もこっちの店も満員御礼じゃねえか。江戸中の人間がそばをすすってるのかい。江戸後期には店舗だけでも3000軒以上、そこに無数の屋台が加わります。深川の屋台では夜通し客が途絶えなかったと言いますから、まさに不夜城。子供たちは屋台の匂いだけでお腹を鳴らし、大人は借金の清算を終えてようやくありついた一杯に涙する。これが江戸のリアルな年末でした。面白いのが屋台派と店舗派の住み分けです。あなたはどちらを選びますか？特徴屋台お高そば、店舗そばや売りスピードと安さ、職人の技と洗練、雰囲気屋外でさっと立ち食い、落ち着いた座敷で一杯、味濃いめの味付け身体が温まる、繊細なつゆとのど越しの良さ。屋台は冷え込む夜に手っ取り早く熱々をという労働者や職人に大人気。対する店舗はこだわりの返しと出汁で勝負。店主が客の食べ方を見て最後の一口まで気を抜かない、そんな職人魂のぶつかり合いも江戸の冬の風物詩でした。さて気になるのがお値段。当時のそばは一杯16分16文が相場でした。と言ってもピンときませんよね。現代の感覚で言うとだいたい400円500円くらい、まさにワンコイン。落語時そばでもおなじみのこの価格、庶民にとって1年の締めくくりに家族全員で食べても懐が痛まない最高のエンタメだったわけです。たった16分で役が落ちて金運まで上がるってんだ。食わなきゃ損よ。おやすさん、もう一杯おかわりだ。安くてうまくて縁起がいい江戸の大晦日は町全体がこの一杯のそばに救われていたのかもしれません。第4章、究極の再現。江戸っ子がうなる本物の年越しそばとは。江戸っ子がそば屋を選ぶとき麺以上に厳しくチェックしたもの、それがつゆです。江戸の味を支えたのはただの醤油ではありません。返しと呼ばれる魔法のタレなんです。ポイント返しと出汁の黄金比。返しは醤油に砂糖やみりんを加えじっくり寝かせたもの。角が取れてまろやかになるまで職人は数週間から1ヶ月も年季をかけます。だしは荒削りの鰹節やサバ節から取るガツンと力強い香り。いいかい、作りたての醤油じゃ尖りすぎてて江戸のそばには合わねえ。寝かせて育てる、これが大晦日に客をうならせる俺たちの意地よ。さて皆さんはそばに何を乗せますか？江戸では店で食べるか屋台で食べるかで正解が違ったんです。店派引き算の美学とは、老舗の店では薬味はネギと七味だけ、そばの香りとつゆの旨味を邪魔しないのが粋とされました。そばは音で食えぐが多けりゃ音が濁る、そんな名言を残す職人もいたほどです。屋台派足し算の満足感とは一方で、寒い夜に外で食べる屋台そばは別腹、揚げたてのかき揚げを乗せて油のコクがつゆに溶け出したところを一気にすする、これは江戸っ子にとって最高のごちそうでした。年越しそばといえばにしんそばを思い浮かべる方も多いはず。でも実は江戸時代の大晦日、江戸の町にはにしんそばは存在しませんでした。にしんそばは北海道で採れたにしんを京都の職人が甘辛く炊き上げ、明治時代に考案した京都北海道のハイブリッド名物なんです。江戸東京で主流だったのは江戸前の海で採れた小エビの天ぷらや鴨南蛮でした。江戸っ子だから天ぷらだ、京都らしくにしんだ、どちらが正しいわけではありません。その土地の歴史と海が運んできた宝物が一杯の丼に凝縮されている。そう思うと今年の年越しそばがもっと味わい深くなりませんか？第5章、完結編。江戸の粋は死なず。400年続く年越しそばが私たちに伝えるもの。江戸から明治、大正、昭和、激動の時代を超えて今も私たちが江戸の味を堪能できるのは、のれんを守り抜いた職人たちがいたからです。秘伝の継承とは、江戸前の蕎麦屋には3代続いて初めて一人前という言葉があります。特に返しの作り方は店ごとの門外不出。中には先代から受け継いだタレを継ぎ足し1年以上寝かせてから使う老舗もあります。時代が変わっても江戸っ子が愛したキレとコクだけは変えちゃいけねえ。大晦日に並んでくれる客の顔を見りゃ手は抜けませんよ。砂場、藪、更科、現代に名を残す名店の数々は単にそばを売っているのではなく、江戸の美学を現代に運び続けているのです。形は変われど心は同じ。江戸っ子がそばに込めた願いは
現代の私たちにも驚くほど鮮やかに受け継がれています。役を立つ潔さ、一年の苦労をスパッと切り捨て、新しい自分に生まれ変わる、福を呼ぶ豊かさ、金細工師のように、幸運を一つ残らずかき集める、細く長く健やかさ、大切な人と、穏やかな時間を1秒でも長く紡いでいく、コンビニのそばでも、老舗の一杯でも、そこに込められた来年こそは良い年にという祈りは、400年前の江戸の町に流れていたものと全く同じです。大晦日の夜、熱い湯気の向こう側に、かつての江戸っ子たちの笑顔が見えてきませんか？さて、今年のあなたの年越しそばは、どんな一杯になりますか？江戸の歴史に思いを馳せながら、豪快に、そして粋にたぐってみてください。それでは皆様、そばのように潔く役を落として、素晴らしい新年をお迎えください。本日も江戸日和をご覧いただき、ありがとうござんした。面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。また次の冬物語でお会いしましょう。